夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う目隠ししたままの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、巻き外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、匂わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて目に映ったものに安堵する日々は、物語の中でしか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。淡々と流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんで、私の中じゃねねとびな未来を想像して膨らむ世界は今日か明日でもノックしてくれないですか。なんでもそうなんかして外を眺めてると、突然に聞こえてきたのは喋り声。飲みかけをハンプティーを机中に抜き散らし、どうしようとドアの向こうを見つめました。目を合わせると石になってしまう、それは両親に来たこと。私の目もそうなっているようで、物語の中なんかじゃいつも怖がられる役ばっかりで、そんなことを知ってるわけで、トントンと響き出したノックの音を初めてで、近所なんてものじゃ足りなくくらいで、ねえねえとびな世界は想像しているよりも実に簡単にドアを開けてしまうものでした。目を細にうずくまる姿にその人は驚いて、目を見ると石になってしまうというとただ笑った。僕だって石になってしまうと見えて暮らしてた。でも世界は案外見えなくていいんだよ。淡々と鳴り響いた心の奥に溢れてた想像は、世界に少し鳴り出してねえねえとびな未来を教えてくれた。あなたがまた迷った時はここで待ってるから。夏風が今日もまたあなたが触れた服のフードを少しだけ揺らしてみせた。